さて、世界を超えた宇宙一とも言える格ゲーが発売から7年経った今、なんと新キャラ追加が決定とのことで、今回はドラゴンボールファイターズの紹介を行います。こちら格ゲーが苦手な方もドラゴンボールに興味がない方でもぜひとも遊んでほしい作品です。何が宇宙一かというとエフェクトです。リリース当時の2018年にその演出面に度肝を抜かれましたが、これを超える作品は今でもまずないことでしょう。ドラゴンボールは星を消し去ってしまうほどのすごい規模のバトルとなり、その迫力がゲームとして再現、あるいは原作以上に実現してしまいました。コミックスでは動きませんが、CG 技術の発達に加え、アークシステムワークスの技術力により成し得たわけです。当時関わっていたプロジェクトでも表現を多大に参考にさせていただきました。エフェクトがすごいということは、それだけ動かす楽しさにつながり、何を操作しても面白い感触しか得られません。よって全ての人に遊んでほしい作品です。今回の DLC キャラ追加発表とともにセールが行われましたが、この動画公開時にはあとわずかかもしれません。今までの DLC はセール対象になっていないため、ウィッシュリストに加えチェックされるのも良いでしょう。今までなぜ動画にしなかったのかはご存知おまくに対象だったためです。お前の国には売ってやらないよの略で Steam でたまに見られる現象です。私は外部ストアで発売当時購入したため遊べましたが、その後の DLC が買えませんでした。どういう方針でそうしてるかはわかりませんが、ドラゴンボールはまずターゲットは日本人じゃないですか。私はドラゴンボールを見て育ち、絵を描くのが好きになり、初めて買った画集もドラゴンボールでした。日本の会社が日本人にだけは Steam で売らないという指針を取ってるのは残念です。ただし昨年一部タイトルでおまくにが解除され、そのうちの一つがドラゴンボールファイターズでした。セールだったのですぐさま DLC を全部買い温存しておりましたが、この度再び遊んでみたところ面白いことこの上ありません。ドラゴンボールの対戦ゲームはスーパーファミコン時代から存在し、一作目を友達とむちゃくちゃ遊んでいました。同時期に格ゲーというとカプコンと SNK が全盛の時代で 2D のドット絵でもあり、私はそこに惚れ込み今の仕事につながっています。そして次の人気作というとギルティギアがあり、制作会社はブレイブルーと2本柱で展開されていきました。モバイル版の失敗でブレイブルーは終わってしまいましたが、別の会社が作ったローグライトが最近大ヒットしています。一方ギルティギアというとアニメ調の 3D 格ゲーを作り上げたということで唯一無二となりました。カプコンと SNK は 3D 路線に行ってしまい、私はそこで離れましたが、アークシステムワークスは新天地を築き上げました。その昔の美術面に職人技を感じられた見た目からまず目を惹かれる格ゲーを現世でも今に引き継いでくださっています。コラボでギルティ以外にも手掛けられ、有名どころがグラブルと今回のドラゴンボールファイターズです。ゲーム内容はカプコンの X メンやマーブルスーパーヒーローズ路線です。3人でチームを組み、エリアルレイブもとい超空中ジャンプによるコンボが多大に決まります。1人を操作中に他の2人も呼び出せるため、双方が呼び出すと画面ははちゃめちゃです。なおさら演出が激しくなりますが、ギラギラ眩しい系ではなく手書きアニメーション風のエフェクトのため目は痛くなりません。ボタン連打のガチャプレイでも遊べ、慣れてきたら色々模索し、トレーニングモードでコンボ練習すると良いです。まずはアーケードモードでこの作品の素晴らしさを体感してほしいです。ストーリーモードもあり、ムービーもたくさんあって、それだけでも20時間は遊べる内容量です。RPG 的にキャラを育成しながら先を進められます。途中特殊な装備をランダムで入手でき、構成を作れます。様々なモードで遊ぶほどポイントが貯まり、景品と交換する楽しみもあります。キャラ追加 DLC はたくさん出ており、全部購入すると遊びきれないほどの数です。おすすめはおさげビーデルで L1 を押しながら選択すると初登場時の髪型になります。このゲームの一つのメインキャラでもある一番最後に追加された人造人間21号も魔人状態とは打って変わって可愛げです。セールを狙って購入されても良いでしょう。発売当初のバージョンはそこまでコンボパターンにバラエティが出せず、誰がプレイしても同じ動きになってしまう難点はありました。その後のアップデートで制限が緩和されたりと別ゲーのように変わり、多彩さが出せるようになりました。これは初心者の人もより遊べるようになったことを意味します。以降も細かいアップデートが年に2回ほど行われ続け、先日にもまたまた遊びやすくなる調整が行われました。緩和するほど無限コンボができやすいものの、ソロでアーケードモードで遊ぶ分にはそこまで関係ありません。
初めから修行場でシステムを学び直してみましたが、正直頭に入りきれないくらい増えています。すべてを覚えるのはやり込んでからでも OK です。まずは適当に楽しんでしまうことです。加えて2026年春に新キャラ、悟空のスーパーサイヤ人4の追加が決定しました。当時アニメ GT のザードの歌うエンディングでサビに合わせてお目見えしたのが初めてで、なんだこのキャラはと思ったことがあります。ただ追加されるのはドラゴンボール大魔版とのことです。最近もアニメがあったんですね。以上、今でも色あせないばかりか、星が吹き飛ぶほどの宇宙一の演出力のあるドラゴンボールファイターズは、原作と同様に後世にも引き継がれる品質の作品のため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。対応プラットフォームは PC のほか、家庭用版各種にも発売されています。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ドラゴンボールファイターズ。いや、久しぶりですね。7年ぶり。オンライン、オフライン。オフラインでいいのかな。まずはロビー。ロビーキャラクターはポイポイカプセル。ガチャで増やせますと。これログインボーナスかな。なんかいろいろもらいましたね。おー。亀仙人がいる。よし。亀仙人にしよう。まずはクエストチュートリアル。遊び方を教えてくれるんじゃないかな。シーズン3で変更された部分。このシーズン3が結構大きく変わったアップデートだったんですかね。どれ？シーズンクエスト。インフォメーション。修行モード受付？ここはリプレイ。他の人のプレイが見れましたね。それを延々と YouTube にアップロードしてるチャンネルもあったけどね。ここでお店か。じゃあまずはチュートリアルかな。修行ね。まず修行開始。基礎的な操作から学べる。よし。学んでいきましょう。私は孫悟空かな。スーパーサイヤ人。敵は人造人間16号。一目置かれた人造人間でしたが。色がちょっと違うね。いきなりポーズがかかってるけど。まずは移動する。左か右。簡単ですね。次は上でジャンプ。およ。これは格ゲー操作ですね。で、X で素早い弱攻撃。ジャンプするだけでもね、この煙のエフェクト。ギルティギアがそうでしたけど。さらに派手になってる。で、これはパンチ。連続攻撃になりますね。3段まで。2回ヒットさせる。おらおわあと、しゃがみパンチも可能。2発までか。次は Y で中攻撃。よっおーすごい。Y を押してるだけで、カメハメハまで出ましたね。すごい。で、さらに B で相手を吹き飛ばす。B ね。おら吹き飛べジャンプ値も吹き飛ばせるのかな。ジャンプ値は違うね。しゃがみながら B もいける。昇竜拳だ。これ浮かした後になんかできるんじゃありませんでした。思い出せないな。やばこいつ強いぞ、この人造人間。派手だ。さあ次は、敵は2体ですね。まずは A で、今回必殺技かな。気弾を放てる。ほい、ジャンプ値も打てる。次はなんだ。気弾を連射。A 連だ。あらららら。気弾はなんか芸術使わないのかな。次は RT。敵の気弾には RT で超ダッシュで反撃ができる。難しいね、でも。で、さらに、連打で超コンボ。これさっきやりましたね。よっ、浮かした後に RT で追撃でいろいろ出せますね。RT は万能だな。次は Y。これは超必殺技まで自動でやってくれると。超必殺技だからね。芸術使うのかな。終わっちゃいましたね。フレアがかかると毎回この演出になりますね。いけよー超必殺カメハメハ次はピッコロにヤムチャ。もうヤムチャは何かとね、ネットのミーム状態になってますけど。次は左を少し押してからもう一回押すと、バックステップね。前ダッシュもできますね。次は B がヒットしたらもう一回 B で追撃。連打しだけでもいい。追撃しましたね、勝手に。これ楽ちんだね。次は XYB。連続攻撃かな。なるほど。今度追撃もできるのかな。できますね。で、さらに XYBA。Z コンボ。おっとっと。よいしょ。はい。倒しちゃった。すごい演出だ。次、ヤウちゃん。はい。
こで、ここで繋がるんだね。さらに、ドラゴンダッシュ、RB、もしくは、XY でも出せる。敵のガードを崩せる。よし来い。まあ一種の投げですね、これは。で、勝手に追撃になりましたね。ジャンプ中に RB でも、空中ドラゴンラッシュ。難しいな、タイミングが。空中投げ。コンボの途中で決められるんでしょうね。コマンド技ですね、次は。カメハメハ。カメハメハド派手だ。さらに押しっぱなしで、木が貯められる。うおーどんだけ貯められるんだ？すげえ貯まりますね。7まで貯まった。貯めた後は、強化必殺技。いけーこれはそうなの？相手で回り込んでね、殴りましたね。さらに、超必殺技。RB。おー超カメハメハで、メテオ超必殺技。効果。スーパーサイヤ人3。ド派手これはすごい。カメハメハー来たーとんでもないです。その1。まだまだありますね。このエースはたくさん。もっとすごいのもある。LB で味方のアシスト。よし行け。クリーンができた。クリーン行け。さらに押しっぱなしで交代。LT 押しっぱなしで別の味方と交代。長押し。クリーニングやってきた。LT はで、前と LB でも交代できる。いけ。ご飯。これ突っ込むのかな？どう違うんだろうね。ドラゴンダッシュ中に LB で相手を強制的に交代できる。よしけ。貴様倒す。食らえー。最後のセールを倒した技だ。相手を交代。いや、まだ殴る。殴っていける。すごい。むちゃくちゃやってる。どんどん出せる技よ。次はドラゴンボール。連続技のヒット数に応じて取得できる。いい身地を手に入れる。手に入れた？気力ゲージを7本まで貯める。よし、貯めろ。今ドラゴンボール溜まってんのかな？くらえー。おりゃー。来たー。シェンロン。どうする？究極のパワー与えてくれ。来たー。次は Z リフレクト。敵の攻撃に合わせて難しそうだな。パーリー的な感じか。さらに RB、RT もしくは全ボス、スパーキング。1試合に1度使える。味方が少ないほど強力である。スパーキング。この時なんか特殊なコンボが繋がるとかね、ありましたよね。バニッシュムーブ、YB。後ろに回り込んでの攻撃。で、超必殺技の最中にアルティメット Z チェンジ。味方と交代しながら超必殺技を連発できる。こっちだー。来たー。飛燕山。もうコツをつかんだ。さあ、無事全部達成かな？他になんかまだあんのか？いっぱいありそうだね。新たな Z アシスト。これがシーズン3の追加システムか。一通り受けておきたいね。そろそろ本編のゲームを楽しみましょう。こっから、ストーリーモードありますね。あとアーケードモード。これで遊ぶのが基本かな。大抵はね。めちゃめちゃいる。全部買ったからか。で、さらにこっから追加されるんだ。あれ？スーパーサイヤ人4。ゴジータ？スーパーサイヤ人4が追加されるって聞いたけど。なるほど。孫悟空版のスーパーサイヤ人4が追加されるらしいね。で、今回は、亀仙人使いたいよ。これ全然知らないね。ケフラとか。ビーデルがいる。ビーデル使おう。ジャネンバ。全然知らん。ジレンってこれ何キャラ？これが一番最後に追加された DLC かな。人造人間21号白衣バージョン。使ってみるか。で、ここで色が変えられる。髪の毛長いバージョンはどうやら L1 を押しながら選ぶ。出たー。やっぱりこれだよな、ビーデルはな。Z アシストって、ここで選べるんだ。C タイプが。戦士の気迫。いろいろあるけど、どれがいいんだ？アーケードモード。いろいろありますね。ランダムとかあるけど、はじめ3ステージやってみるか。こんな感じで進んでいきますと。亀仙人だ。
感動だ。はあ、かっこいい。ぜひムキムキになってほしい。悟空。ああ、掛け合いですね。おい、汚いぞ、スーパーサイジになるのは。勝負だ。うわー。これゲーム難易度どうなってるんだ。あ、でかくなった。まだ。亀仙人の。あ、技わかんないけど。カメハメハ打てる。カメハメハ。あ、今何やってんだ。すごいことやってる。よお、なんだこれ。謎の技を用いた。よし、飛べ。あら、いけ。あーと。いけ、叩きすぎた。やったー。次はベジータか。ベジータとやり合う。亀仙人。あと仲間呼んでみよう。ああ、そうそうそう。狙ったの。はい。あらだだ。痛い痛い。ゴロ隊をいたわれ。亀仙人は気候派ではない。なんか、吹き飛ばしますね。ああ、これ。ビリビリ。ああ、でかかった。亀仙人。おら、ああ。亀仙人のアシストガンを使ってみたい。あ、仲間勝ってしまった。次、ビーデルだ。よし、行け、ビーデル。うわー。おー、飛べー、ビーデル。トロッコの空中コンボ。あーと、もう繋がらない。あ、飛んできた。ああ、鉄あんこ。ビーデルかわいい。ああ、投げた。お、ご飯を呼んだ。いけ、おら、仲間呼べ。必殺だ。おら、あ、決まった。あー。スーパーサイアタックだ。うわー。やったー。おお、生かす。あ、クリアだ。必殺技で決めたけど、ステージは吹き飛びませんでしたね。次は人造人間使ってみるか。いけ、人造人間。おお、コンパクトに動けるけど、敵が激しすぎる。エフェクトが。おし。いけ、この野郎。おーしょ、飛べ。遊ばない。やられそうだ。交代しよう。あわーい。うわー。やばい。サイバーマンを倒した技。この野郎。なんだ。ミスター。ためろ。うわー。やばい。危険山だ。ぶった切れる。あばい。食べろ。よいしょー。いけー。月をぶっかわせる。外した。あれメガネバージョンあんのかな。今メガネ外れてるけどね。ダメージ負ったから今メガネがない状態なのか。メガネでマッスル化したいよね。いけ。うおー、来たー。超ラッシュだ。うわー。アニメーションが超凝ってる。うらー、来たー。眉なしバージョン。うわー。でもまだ防がれた。よしげ。連打。うおー。なんだ。何やってんだ。おー。マフーバー。ドーン。封じ越えた。最高じゃないか。こんな S まであんだな。おーと、新しい技だ。おりゃー。いいね。魔人状態とはまた違うアニメーションになってる。さあ、クリアで。またなんかポイントでもらえるのかな。ランク A。ゼニーもらいましたね。ハードモードも解放された。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。